な曲かやってみましょう。テンポ160になるところはちょうど80と160で曲が作られていますから、直前の若干のリターンなどはせずに J-POP かのようにノンリターンで160の方に入ろうと思います。はいどうぞ。ちょっと今日ミュート忘れちゃったんで。ミュートなしで大丈夫です。気持ちだけミュートしてください。お願いします。まず迷って入るとみんな迷っちゃうので元気にいきましょう。3倍いっちゃってもらっていいです。はい、いきます。3指揮棒が目にいっちゃったら怖いから指揮棒今日なしにしますね。この最初の入りっていうのがティンパニーしかないっていうのはやっぱりティンパニーの威厳ですね。そしてオーケストラといえばティンパニーは一番給料が高いともコンサートマスター以外で言われたりしています。それぐらいに今日はそこですけど、オーケストラだとドセンターにいて指揮者とつながるっていうのがピッチャーとキャッチャーのような役割になりますから、もう、自分が思うままにやってもらって常に自分は正しいんだっていうそういう強い気持ちを持つのが大事です。しっかり強めに入ってみてください。そしてチューバめっちゃいい音がしてます。もうそんな感じに2拍目しっかり入ってもらえて、金管の皆さんは一番最上声部がやっぱり聞こえるべき音になりますから、シファミレドラシの人たち以外はやはり少し中にちょっと入ってもらう。そしてタターンというリズムはすごくこの曲において大事な要素になります。ですからパートそれぞれで急にタターンという部分が出てきた時はそれをブリングアウトしてしっかり届けてきてください。シータアフタクト4裏がですね、あちらのティンパニーと同じようにトーンとその音を聞いただけで、立派ですごいサウンドが来そうだなと、その音だけでそれを匂わせてください。しっかりと楽器の奥の奥まで入れ込んでみてください。お願いします。今、音間違いがあります。今一番トップの音がアスまでいってます。皆さんはそれを聞きながら吹いてくださってるでしょうか。そうだというんであれば今内声でやっぱり強すぎる音がありますからここを気を使ってあげて、今1番ダブリでしたっけ。もうちょっと一番ハイノートのところもし来れるんであれば来ていただくっていうのは助けにはなります。で必ずそれを超えないように皆さんは今発音はすごく一音一音丁寧にされてるのすごくいいんで、だけどやっぱりね音が集まった時急に 1,2 番例えばトロンボーン 1,2 番が同じ音になる時とか、4裏のアフタクト最初の2回目もそうですけども 1,2 番パートが急に同じ音になったり、これいろんな音楽、合奏の中で2つのパートが急に同じ音で重なる時ってやっぱりあります。その時はちょっと気をつけてあげないとその音が合わさっちゃうと2倍も3倍もでかい音に強い音になってしまうんで、ここを気をつけながらトップの音をしっかり聞きながら調整していってください。3と4との音が強いです。でこういう音をなるべく1パートだけを言っちゃいましたけど、そういうのがいっぱいあるんですよ。この時このがでかすぎ、この時っていうのが、だからこれをなるべく減らしていってやっぱり最上声部が常に聞きやすくしてほしいなと思います。難しいんですけどね、出る時とそうじゃない時とっていうのがやっぱり曲をスコアを見ないとそこまで行き着かないとは思うんですが、なんとなく想像しながらやってみてください。今日の場合は今やっぱりね4裏のアフタクトがちょっと息が入ってない人がいます。タってじゃなくてタパーパーター、これぐらいの音階で私の時には吹いてほしいなと思います。ちょっと抜きすぎるとやっぱりここでは大きく聞こえますが、ホール行った時に抜きすぎちゃうとやっぱり音の円達性、遠くへ飛んでいくっていうのがちょっと薄くなってしまうんで、音圧を稼ぐために気持ち息バーンって長めベタまでいきませんけどで発音を入れていくっていう感じです。シート
合ってます。この部屋ぐらい、混み合ってます。ここをね、ついていくという作業がやっぱり必要になります。まずですね、ファー、ファファファ、ソーソファー、ミファーというのがメロディーラインというか、伴奏のリズムになりますが、それが最上声部になります。ですから、その3度下とか、和音を作ってるパートっていうのは、そうですね、ざっくり言いますと3割ぐらいもうかなり弾いちゃって大丈夫です。ですが、その時に発音は、自分が最上声部吹いてるのと同じぐらいに硬い発音で、後から言いますけど、ちょっとフレーズングなんかも一緒にやるっていうのは必ず残しておいてください。まず最初メロディーになるのがホルンになります。4小節間やって、そしたら今度1オクターブ下のトロンボーン1番が最上声部になります。この時に、どうしてもオクターブ下がりますから、ちょっと埋もれて聞こえますから、少しピックアップして出してみてください。2、3。この時にもう一回同じ音量でやってみましょう。皆さんも考えてみてください。どのパートをもっと削れるかという。はい、どうでしょう。まずはトロンボーンです。トロンボーン1回目はサポートになります。あくまでもこの音域のホルンがメインで、その後1オクターブ下がって出てくるところは今ぐらいかもっと出てもいいかもしれない。そして打楽器ですね。やっぱりね、弾ける時っていうのはもちろんね、初めて16ビート出てきますから出たい気持ちは分かります。私もそう思います。だけどやっぱり今混み合いすぎてるんで、弾ける時は弾く。ターンパッパッパってなっちゃってるんですね。今ターンタッタッタ。私が SNS を見てくださってる方は見たことあるかも分かりませんが、 N をつけるっていう表現があるっていうのを私教えてもらったんですね。すごくいい教え方だなと思って、やっぱり響きをつける、どんなに短い音でもっていう基本的にはですね、セッコスタッカートでなければ。で今のも同じでタッタッタって N がついてないんですね。だからタンタンタンって必ず短い音符でも自分でオープンリリースさせて、音を止めに行かないっていうのはすごく大事になります。ちょっとそこを研究してみてください今日。そしてやっぱり最初なんでしょうね、冒険感があるサウンドの曲じゃないですか。で冒険感が出るのはやっぱりホルンですよね。だからもうちょっとホルンが吠えてもらっていいです最初。でなんかワクワクするなって、子供が今日はユニバーサルに行くのかなみたいな、そんな気持ちになる、そういう音やってみてください。もう一回3拍子いきましょう。はい。もっと出てファースト。刻みのトロンボーンたちは、本当はそれぐらい私も吹くと思うんですが、ちょっとでかいですね。はい。あと2割裏に回ってもらえてもいいかなと思います。ちなみに蔵は今日3人しかいらっしゃいませんね。いや本当来てくださってありがとうございます。ホルン、今音量はすごく良くなりました。いいホルンの感じが出てます。でその時にパン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 って抜いちゃうと、やっぱりせっかくのその感じが薄れてしまうんで、ターンタ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 ンパ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 ンって結構キープで吹いてみてください。1、はい。めっちゃいい音。じゃあちょっと実験をしてみたいんですが、これ3拍子ですね。これ86だったらどんな風に聞こえますかね。じゃあ私ワン、ツー、ワンと言いますから入ってきてください。ワン、どんな感じが違う感覚がありますか？聞いてみましょう。バリトンサックスの今日2回目の彼に。今違いはどんなところにありましたか？ちょっと分かんなかった。いいです。助けてくださる方どなたかいらっしゃいませんか？ティンパニーの彼に聞いてみましょう。お願いします。リズムの神様。軽やか。その通りだと私も思います。ポンパ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 パーン。シンプルで軽やかで浮かんだ感じがします。じゃあなんででも4分の3にしてあるんでしょうね。4分の3にしてあるんだったら3拍子感が出なきゃいけない。
と思うんです。でその時に私ちょっと考えてみました。そうしましたらタンツカンパンツカンパパーンというふうにツカンというここを入れてあげるとシンコペーションになる。で86だったらシンコペーションではなくオンビートになるんですね。だから拍裏なんだっていうのを出してあげるためにタンってこれ言ったらちょっと誤解を招きそうなんですが喉で止めるわけじゃないんです。だけどターターターって流れたまま吹くんじゃなくてタンカンタンカンカカンっていう風にこのエッジをちょっと効かせるような感じで吹いてみていただければと思います。やってみましょう。はいでしょうかね、ちょっとのことですけどなんか変わりますね。でこのエッジが生まれたことでリズムの面白さも出てきてなんかワクワクしますね。ワクワク成分が増えました。メロディー以外の人たちお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんは和声の重力の推移どんなところに向かってるでしょうかね。ベドワエスドアベドアというコード進行になってます。でこれはベドアは今トニック普通のありきたりの土台の調整ですね。でエスドアはサブドミナントでドミナントっていうことは支配力が少しあってちょっと強調されるべきものになりますからシシシシシミミミシシシシシミっていうこの段差が生まれます。なので何も書いてませんけどそれをやるっていうのがやっぱりベースの2の人になります。そうしましたらシシシシシシシラソーって全音で2回降りてきます。ソーってフラッといいとこに行きますよね。ここに押し広げていてシラソーまだ行くんかいファミラーっていう風にララシトニックに戻るっていう深みを増していくのはわざわざこんな風にクレッシェンドなんて書いてくれなくてもやるのが当たり前です。で書いてない音楽だったとしても自然発生的にやることを恐れずにアプローチするっていうのもこれまた大事になります。で書いてあるからにはしっかり分かるようにちょっと皆さんでもやってみてください。でベースラインに面白さがあってそれ以外の内声の人たちはそんなに面白いことは実はやってません。だけどフラットがある時とかそういう面白い音は、積極的にプッシュしてみてください。トロンボーンの皆さんは今の音量のままキープしてるのはすごくいいんですが和声が低い方向に広げ音楽を深めてくれてますよね。その時に皆さんができることは音量を変えずに何が一緒にできるかなと思った時に若干のほんのちょっとですが音を長めに扱っていく。音が深めに和音が深めにいってる時は少し長くだけどそれはレガートではありません。当然ちょっとのことです。であと音の圧を楽器の奥へあったかい音を入れ込むっていうようなイメージをしてもらえるとその和声感が出てくるかなと思います。もう一回だけやらせてください。あとグッと上げていいです。シシシシシミーってここでって一回ちょっと浮かび上がるように一拍目乗せちゃって大丈夫です。打楽器やってみましょう。でかいですね。スネアメゾフォルテスネアのこういう刻みっていうのはずっとあるとずっとマシンガンでダダダダダダダってやってるように聞こえちゃうからこのビートですねタンタカタンタカタカタカタンっていうフィールは実は聴いてる人はスネアは叩いてるのを知らずだけどそういう気持ちになるそんな塩梅で欲しいなと思います。やってみましょう。はいありがとうございます。今ちなみにタッタカタッタカタカタカって全部平面になってませんか。どんなイメージ歌ってみてください。やんとこやんとこやかとこやんとこOK です OK です。そういうのをね考えてやろうとしてることまず一番素晴らしいです。で私がぜひ提案したいのはランタカタカタカタンというふうに次の強拍にラタタタタン1コマタタタタンっていうニュアンスをスローモーションで言えば入れてみてください。いきます。もう一回そうもう少し少なめでいいです。少なめでそのニュアンスはどうですか。今これやったらなんか走ってる感がねドライブ感が生まれましたね。かっこいい。ありがとうございます。でそれに加えてタンバリンがランパン
パンパンランパン、やっぱり1に向かっていくタンタンタンランタンっていうのを入れてみられるといいかなと思います。1で木管の2回目聞かせてください。はい、ありがとうございます。ちょっと平坦ですね。もっと輪郭のあるメイクアップをしていきたいと思います。ここまでずっと何もなかったですね。つまんない。やっと来た出番が。ただシドレミファソラシじゃなくてシドレミファソラっていうふうにランタラっていうふうに入ってもらえると。だからマルカーとテヌート何が言いたいか分かんないですけど、まあそういうような、だからマルカートでランって入るのとラーダガダガダガっていうふうにちょっと引き伸ばしてもらえると、聞いてる方があフルートたちなんか始まったっていうふうに視線がいくので、でダブラレレレランっていうふうな動きっていうのは木管しかできないことですから、木管の良さを、しっかり出すために結構入れ込んでもらって大丈夫です。遠慮せずに入ってきてください。で入ってきてトリルやりましたやりだしましたったらグッと引いて、向こうが頑張らなくても通れるようにしてあげて、だから23割引いてもらって、でトリル抜けね、ファシドレミファレシロっていう風に、ここレガートでタラリラリラリララ、作曲家はクレッシェンドしか書けません。だけど今こっちでやっていたように和声の動きが深みが増していきますよね。でその時に音圧もクレッシェンドなんていう平面的なものではなく、もっと音圧をグラ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 っと増していって、グラリラリラリララってこんなイメージで、ファシドレミファレって、ここはまだデなんですね。ナチュラルなんです。なのにファレシドレってこのフラットになった時の音がいい音じゃないですか。そしたらそのトリルの時にダーヤヤヤヤってこの重み、しかも重みを出すためにパレレレレってすぐトリルを始めてしまうと重みが出ないから、パーヤヤヤヤって少し時間を持ってもらって、レミファソラファーってこれもアスなんですね。ラファーでナチュラルじゃないんです。だからそれがちゃんとここにアスがあるよってなぞっていくみたいな感じで、強調されるといいかなと思います。今死にました。弾が当たりました。強くならないように必ず息を入れて強くならないようにお願いします。